皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、大切な人を亡くして私に起きた不思議なことについてお話ししたいと思います。以前このテーマをライブ配信に掲げたんですけど、その中でいくつかお話はしたんですけど、全ては話しきれなかったので一つの動画にしたいと思いました。皆さんは大切な人を亡くしてからこれって絶対あの人からのメッセージだなって思うような不思議な体験ってしたことありますか？私はいくつかあるんですけど、一つは夢、不思議な夢をたくさん見るようになりました。代表的なのは黄色がかった白い光の世界の中で彼と会うことが多いです。で、一番最初にその夢を見たのは彼のお葬式の確か2日とか3日後だったと思うんですけど、まだこんな大きい骨壺に、彼の遺骨がある時だったんですけど、その白い光の世界の中で、彼の姿は見えないんですけど、彼なんじゃないかなって思いながらずっと笑ってたんですよね、私が。で、その時の自分の気持ち、本当にこの世で味わったことないぐらいすっごい優しくて温かい愛に満たされた気持ちになっていて、ずっと微笑んでいた記憶があります。で、目覚めた時に最初に目に入ったのが彼の骨壺で、あれって姿形は見えなかったけどやっぱり彼だったんだって思いました。で、そこからも彼が世を案内してくれる夢とかを見たことあるんですよ。2人が体をなくして球体になってちょっと腕組んでるような、腕はないんですけど腕組んでるようなちょっと合体したような感じで雲の上の世界を浮遊している夢で、私は多分世に対してお花畑とか美しい森林とかそういうイメージがあったみたいで、そういうものを見たいって言ったら彼が見せてくれるみたいなそんな夢でした。で、いろいろ見せてくれた後に雲の切れ目からちょっと曲がって視界が開けるような場面があったんですよ。で、その時に私は私天国の地図描けるかもって思ったんです。で、その瞬間目覚めてしまって邪悪な念ってやっぱりいけないんだなっていうふうに思いました。なので具体的に自分が何を見たのかとか本当にそれが彼だったのかっていうのは今ではもう記憶がないんですけど、すごくその時も同じような黄色がかった白い光の世界、で形は見えないんだけど彼がいるみたいなそんな夢だった記憶があります。で、その先も私がひどく悲しんでいる時期に、例えばその彼が出てくるんですけど、すごい闇の世界で彼は囚われの身になっていて眉毛を下げてすごい私の方を心配そうに見ている夢とか、あとは私が自暴自棄になっている時期で、何もかも嫌だみたいになっている時にも彼が出てきたんですよね。で、その夢も後から思うとすごい面白くって、その日は彼に怒られそうって思ったんです、私。なので彼が出てきた時に私そっぽを向いたんですよね。で、そしたらそっぽを向いたら彼がまた私の目の前に現れてきて美穂みたいな感じで諭されて、で多分いろいろ話したんですけど言葉がないので記憶はあんまりないんですけど、でも最後に彼に対して分かったよって、一生懸命生きるよってそんなことを約束した気がします。で、これら全てただの夢かもしれないんですけど、
いつもの夢とちょっと違うんですよ。彼と会う時はいつもその感情がすっごくリアルなんです。で体も反応してるんですよね。なので朝目覚めた時に自分の鼓動が走っていたりとか、自分の口角が上がっていて目が覚めるとか、とにかくその感情っていうのがすごくリアル、ですし、なんか夢ってどちらかというと無秩序に場面がザッ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 って変わっていって、あんまりそこにストーリー性がないことって多いと思うんですけど、彼と会う時はいつもちゃんと舞台違う舞台が整えられて彼が出てくるみたいな、多分何かしら彼が私に対して何かメッセージを、くれてるんじゃないかなってそんな風に考えています。もう一つ私に起きている不思議なことは自然を通してなんですけど、以前私が一人で軽井沢に行って2人の思い出のお誕生日旅行をするみたいな動画があったと思います。でその時に竜の雲が出てきたんですよね。でああいう不思議なこととか、あとは蝶々をやたらと私死別後を見かけるようになってきて、で彼が亡くなってからやたらと蝶々が自分の周りを舞うことがあるんですよね。でそれも蝶々ってこんなに人懐っこいんだとか、蝶々ってこんなに住んでる地域だっけってそれぐらいにしか思ってなかったんですけど、最近その蝶々って亡くなった大切な人の魂っていう風に言われているっていうのを知って、これも彼が使いに出してくれてるのかななんて思っていたりします。で最後の3つ目はお盆です。皆さんお盆の時ってどう過ごしてますか？私は、2回彼のお盆を経験したんですけど、初盆の時は本当何にも知ってなかったんです。お盆って古くから亡くなった大切な人の魂が帰ってくるって言われてるじゃないですか。でも私あんまりそういうの信じていなくって、でどちらかというと形より中身派な人間だったので、本当に何もせずに過ごしてたんですけど、その初盆の時、なので去年の8月ですよね。盆明けの日に間違い電話が彼が亡くなった時刻に来たんです。で明け方の4時ぐらいだったので、誰だろうとか思いながら間違い電話を取って、で遠くに笑い声が聞こえたんですよね。これ間違い電話だって思って切って時計を見たら彼が亡くなった時刻だった、でそういえば今ってお盆だっていう、直感的にこれって彼だなって美穂笑ってって言ってくれてるのかななんて思いました。なのでそんなことがあったので今年のお盆の2回目のお盆は私ちょっと気合を入れてその慣習に沿って生活をしてみたんですね。彼のスペースをお盆の仕様に整えたりとか、迎え火とか送り火とかをおがら臭くなりながらやったりとか、精進料理っていうのを私ちょっとあんまり理解していなかったので彼が大好きな角煮をお供えしたりとかはしていたんですけど、今年のお盆も不思議なことがありました。で一つは盆明けの日に夜に突然と中学生の時に流行っていた洋楽が頭の中を流れてきたんですよね。で何も思わずに寝て、でその翌日の朝起きたらまた同じ歌が自分の頭の中を流れ始めたんですよ。で気になったから調べてみたらその歌詞がなんとその亡くなった人の立場からその愛する人に送るメッセージのような歌詞だったんです。なので例えば
私が亡くなった今は私の命とか私の愛があなたの中で生き続けることが分かったとか、なんかとにかくそういう歌詞でもう本当に感動しました。もう一つは盆明けの日に起きたんですけど、私毎朝生活習慣を整えるために早朝のスーパーでの品出しのお仕事をしてるんですね。でその日だけはいつも担当している店舗じゃなくて別の店舗に出勤だったんです。でなんか野菜とかを品出ししていたら、なんかしいたけがりゅうちゃんっていう商品名だったんです。でなんかりゅうの絵柄があってりゅうちゃんってひらがなで書かれていて、本当にびっくりしました。何このしいたけみたいなでなんかでもこれも不器用ながらもその3日間とか私頑張ってお供えしたりとかろうそくつけたりとかしていたので、なんかありがとうって、ありがとう美穂もう帰るねって言ってくれてるのかななんて、そんな風に思いました。以前ライブ配信でお話しした時にある方から私そういうことって経験したことないんですってそういう不思議な体験があれば私も少しは前向きになれるのになってそんなことをおっしゃった方がいました。でも私絶対に起きてるって思うんですよね。で大切な人ですから絶対に何かしらの方法でメッセージを送ってると思います。でただそれに気づいていないだけとか、夢だったらよく忘れたりもするじゃないですか。だから起きてるけど気づいていないとか忘れているだけそんな風に思います。でこれはなんでそう言えるかっていうと私自身がそうなんです。で夢は見てたんですけどその自然を通して彼がメッセージを伝えてくれてるっていうのは本当最近気づいたもので、軽井沢の動画の中で皆さんにお見せした竜の雲っていうのもあれ私が気づいたんじゃなくって一緒にいた知り合いの方が気づいたんです。なんか雲が竜みたいだねっておっしゃってて、本当ですねみたいな、私旦那龍之介って言うんですってみたいななんかそんな感じですし、蝶々の件とかもあるドラマで知って、そうなんだって調べたら、いろんな宗教で、蝶々って人の魂っていう風に書かれていて、そこで知るみたいな感じだったので、私の旦那って自然が好きだったんですよね。で私も好きなんです自然が。なので、今考えると本当こう自然を通して私にメッセージを送ってくれてるっていうのは本当になんか彼らしいなって今は思っています。で一方なんか他の視聴者さんですと、旦那さんが電子機器系の会社にずっと勤められた方がいらっしゃるんですよね。でその方とかは逆にこう携帯電話とか体温計とかなんかそういうものを通じてその旦那様からメッセージを受けていたりとかするので、もしそういう不思議なこと体験したことないんだよなってどう気づけばいいのかもわからないっていう方が、亡くなった大切な人って何が好きだったかなって、もし私がその人の立場だったら何を通じてメッセージを送るだろうってそんな風に一度考えてみていただくといいんじゃないかなって思います。であとは、ぼんやりした時間を毎日持つことっていうのも結構大事かなって私は思います。まったりとした気持ちで毎日を過ごしているとこう忙しく過ごしている毎日に対してなんか本当日常の中のこう些細な幸せだとか気づきっていうのをちゃんと受け取れるようになると思うんですよね。なのでまったりとした気持ちで余白のある毎日を過ごすことで、大切な人って何が好きだったかなって、私があの人だったら何を通じて私にメッセージを送るだろうってそんな風に考えていただけるといいなと思います。私もともと彼を亡くすまでは霊感全くないですしそういうスピリチュアル系なこととか全く信じていないタイプだったんですよ。
この世の中で起きる全ての事象って科学的に証明できるんじゃないかなって、証明できないものって信じられないんじゃないみたいな感じでいたんですけど、彼を亡くして本当説明しようがないことがたくさん起きて、今は本当あの世の存在を心の底から信じていますし、人って死んだら終わりっていうふうには思っていないです。本当魂の存在とかそれっていうのは本当永遠、で本当自分のすぐ近くにいてくれてるっていうのを信じるようになりました。で自分に起きている不思議なことって本当に彼だって証明なんてできないじゃないですか。で証明できないことだったら好きなことを信じればいいって思うんですよね。で、そういう体験をした時に、直感的に、私とか皆さんもあの人だって思うと思うんです。でその直感とか感覚っていうのはすごくリアルじゃないですか。だったらそれを事実として捉えたらいいって思います。これからも私はそういう彼からのメッセージをちゃんと受け止められるような自分でありたいなって思います。なのでそのためにやっぱり柔らかい気持ちで、毎日を過ごしたいなって思いますし、そういうことが起きた時に自分の直感を信じたりとか信じたいっていう気持ちに委ねていきたいなって思います。はい、今日は旦那を亡くして私に起きた不思議なことについてお話ししてみました。もしよろしければコメント欄で皆さんの体験についても教えてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。またね。